新宿にごラジ。新宿 2.5 丁目ラジオボエです。こじこじです。この番組は30代東京在住の2人が2丁目的なトピックスだけじゃなくジャンルを問わずお話しするネットラジオです。はい、本日は1月の29日木曜日第76回の配信です。よろしくお願いします。はい、2人ともねオープニングカミカミで始まりましたけれども、嘘、噛んだとこ切らないですか？いや切るよ。オープニングは綺麗に今なってるはず。はい、実はちょこちょこ噛みながらめっちゃね、なんか嘘でしょってぐらい噛んだね。いやちょっとね油断してた。全然普段噛まないとこで噛んじゃったね。はい、まだまだです。はい、気づけば1月ももう、終わりですね。そうですね。例年だったら、ほら収録日時点ではまだなんだけど、例年だったら1月の終わりぐらいから私の鼻ぐすぐす状態が始まるんですよ。花粉症ね。はい、本場は3月ぐらいなんですけど、病院で薬もらうの？それとも市販薬？市販薬で乗り切ってます。病院の薬の方が効くんちゃう？多分そうだと思う。てかね、今年はね、根本的なやつをやろうかなと思ってて。どういうこと？なんかなんとか療法とかあるじゃん。ベロになんか薬剤ちょっと垂らすとか、なんか鼻の奥焼くみたいな、なんかいろいろあるじゃん。あれに手を出してみようかなと思ってます。なるほどね。なんかちなみにそのアレルギー物質を体に、その摂取して、抗体を作っていくみたいなのあるじゃん。あれは実はもう時期がなんかね時期があるんですって。あれそうなんだ。誰かの配信を聞いてて言ってたのよ。本当に？そう。あれなのかな、本格化する全然前にやんなきゃいけないとかそういうことなのかな。そうなの。だからちょっと調べた方がいいかも。そのなるほど。自分のアレルゲンのその、自分の症状が出ちゃうやつの多分前に行った方がいいから、ちょっと調べてください。そうですね。はい。そうします。よろしく。はい。そしてですね。そろそろバレンタインだね。はい。手作りする人は何を作るか決めたのかなっつって。でも結構さ、手作りする人さいるよね。私の周りあんまりいないかもよ。本当に？結構ね、周りにいらっしゃいまして、大人数のバンドに入ってるんですけど、いくつかあって、1個結構人数が多いのがあって、その時期にね、作ったやつを、配る人がいるの。いやいるよね。一人はいる。だってクラスとかでもいるじゃん。そうちゃんとね、包装紙に一個一個入れて、いやすごいなと思って。完全にボランティアじゃないですか。いやそうだよ。いやすごい。それで毎年欠かさずしてくれるの。結構手残ったやつをやるの？でその同じ種類のじゃなくて、なんていうの、アソートみたいな感じにしてする人がいて、すごいなって毎年思っていただいてます。それがねちゃんとしかも美味しいのよ。自分でも地味にあれ好きなんだよね。小学生女児チョコレートあるじゃん。何それ？小学生女児チョコレートって何？いや一回チョコレートを湯煎して溶かし、ハートの型とかでチョコレートを形成して、上にカラフルななんかをトッピングとかして、あるね。再度チョコレートを再構築するみたいな。そうそう。一回バラしたチョコレートをもう一回組み立てるみたいな。でもあれ結構好きなんだよね。そう。なんかさ、時期じゃないとチョコレートは食べないじゃん。確かに。なんか可愛いのね、手作り感があってやっぱり。確かに自分で作ったことないけど、小学校ぐらいの時に、再構築チョコレートを何度か食べたことあるけど、そうだよね。美味しいし、結構甘いの好きだから、で再構築したチョコレートってさ、あれにさらに砂糖追加してたりするじゃん。そうだっけ？そう、なんかね
ほら私お姉ちゃんいるじゃないですか、リボンとか仲良しとかにね、はいはいはい、それの作り方とか載ってて、あそうなんだ。かわいい。それ砂糖をなんかさらにそれに入れてみたいな。へ結構甘いのね、結構甘いの好きだから、でも確かに市販のさチョコレートって割とビターだもんね。そう割とやっぱ甘さ控えめがトレンドなのか、そう割とこう大人な味がするチョコレートが最近多い気がするんだけど、そうなかなかね巡り合えない甘いチョコレート、なんかみんなするのかな、バレンタインね。どうなんでしょう。でも、今あれだもんね、その会社とかで配るのもしてない会社多いもんね今ね。そうね。長らく会社ではもらってないかも。女子の中の攻防があるのよ。別にあげたくない人にあげたくないし、なんで私がお金出さなきゃいけないのみたいなやつあるじゃん。まあでも確かにそれはそうだよね。それはそうなの絶対に。そうそれは間違ってない。そうね。はい。まあちょっとバレンタインデーにちなんださお便りも募集しております。ぜひ。あ、そうなんだ。別にさそれだけじゃないけどさ、なんかそういうちょっとさ甘酸っぱい経験とかさ、まあ甘酸っぱくなくたっていいんだけどさ、お焚き上げしたいことでもさ、なんかその時期にあったお便りとかさ、読んでみたいじゃん。そうね。確かに収録時期的にもまだちょうどいいかな。終えるから。じゃあちょうど2月近辺ということで、なんかそれにちなんだものがあればぜひぜひお送りください。お送りくださいませ。はい。そうしましたら今日はちょっと待って、お便りの前にさ、一個こちこちさんに確認したいことがあるんだけどさ。ボーイフレンド見てる？で見てないです。ごめんなさい。ちょっと見てよ。ですね。ワンじゃないよ、2よ。いやもちろんです。ワンは見たよ。見た。でもワン面白かったでしょ。そうワンは面白かったです。結構周りが見始めて、お友達になんか半ばこうね強制的に6話ぐらいを見て、そこでハマって1に戻ってみたみたいな、そんな見方をしたんだけど。そうだ、変な見方してたね。そう最初にねもうある程度ちょっとね進んだところを見ちゃってたんだけど、今回はまだ何も見てないです。登場人物がどんな方かっていうのは見た。ただですね、全15話でして、まだまだこれからあります。事件がきっと。1もそうだったじゃないですか。後半も結構事件がありましたよね。なのであのメンバーだけじゃないかもしれないし、今ほらだって郁夫さんもさ結構追加メンバーで入ってきたじゃん。同じようなことが起きるかもしれないし、そう考えたらさ、ちょっとワクワクは増えるでしょ。そうね。増えるかもしれないしっていうのは、本当にかもしれない話。ちょっと待って。まあ1を踏襲するとね、そうなるでしょうと。可能性があるよって話ね。ネタバレを極力含みたくないので、ここでは明言いろいろしませんけれども、今回ですね、そのシーズン1は約1ヶ月間の滞在のストーリーだったじゃん。今回2ヶ月あるのね。倍。で話も倍。ということはいろんな事件も倍あります。きっと。なるほど。そういう考察です。きっと倍々な。そう全部倍々なんだっていうね。倍々ファイトよ。わかりました。絶対言うと思った。でしょ。こういうのがねおじさん化してるってことだよね。そうね。そうねっていうのもあれだけど、いやいいんじゃないですか。全部音につられるからね。そう。ネットフリもまだ入ってるので、全然見れます。ちょっと全部終わったら、振り返り会でもしましょう。そうね。じゃあ全部見たら見たって言います。一気見を多分すると思います。多分前半に1回終わるから、2月前半に、一気見でどっかでしていただいて、一気見そうね。でそうしないと、てか多分その熱が
こう見るとさ熱が入るじゃん、でまだ次があるって言って待つのが嫌なんでしょ。そう待ちたくないのだから、ガッて見たいんだけど、それすると、朝まで見るってやつになる。夜通しとも止めらんなくてわかるよっていうのになるから、どっかで、自分もねシーズン1が終わってからシーズン1一気見したの1回、見てんのに朝になるでしょ。朝ね7時ぐらいまで見なるよね、だから多分それが2日間かかるはず。そうだよね、大丈夫です、どっかでそれをやりますいやむしろねそれが楽しくて一日ね多分どっかで撮ってやると思いますんで、か丸々一日お休みの日を作って朝から夜までずっと見続けるんだよね、そうね、そうだね徹夜前提で話してるのがダメだ。朝から夜までってやればいいね。そうはい、というところで新宿にごラジは、今回はネタバレを含まず、感想会をどっかで来月あたりにやりたいと思います。ですね。ボーイフレンドのネタバレは極力、こちこちさんにしないように、そうですね。ぜひお願いします。なんか普通に生活してるとさ、もう聞こえてきちゃうからさ、そうだよね。飲み屋とかでいやーとかなりながら、極力そういう話題は、聞かないようにして、生活します。そうしましょう。ごめんなさい。だいぶ話それましたけれども、じゃあ、お便りをね、お読みしましょうか。ではアレスさんからいただいたお便りです。ありがとうございます。ポエちゃんこじこじさん2度目まして、第70回で初投稿を読んでいただいたアレスです。読んでもらえてとっても嬉しかったです。ありがとうございます。ポエちゃんが過去に宮崎で過ごしたことがある話は知ってはいましたが、期間などは知らなかったので、結構な期間宮崎で過ごしていたということにびっくりしました。どこかですれ違ってる可能性もゼロではないかも。ちなみに僕は生まれも育ちも宮崎の生粋の宮崎市内人です。ここにすごい力の強い意志を感じる。本当に、市内か市外かであるんだね。なるほど。じゃあ後でちょっとゆっくり聞きましょう。なのでボエちゃんの話していた宮崎以外のチキン南蛮は別物というのは共感しかないです。僕も過去に他県で食べたのはまさにボエちゃんの言っていた唐揚げにタルタルかけてるだけでした。それ以降なるべく他県ではチキン南蛮は食べないようにしてます。話変わって今回はお二人に恥ずかしいことや迷惑をかけたことについて質問を。僕は以前虫垂炎での入院中1週間という期間の中で2回もいびきで看護師さんから注意というか声をかけられたという恥ずかしい経験があります。恥ずかしいし周りに迷惑もかけてしまって申し訳ない気持ちになりました。普段からいびきはかく方なので友人などと同部屋で就寝するときは人より遅く寝て人より早く起きるを心がけていたのですが、病院ではどうしようもなかったのでそのような事態に。お二人も恥ずかしいことや迷惑をかけたかなという経験はありますか？もしあれば話せる範囲でお聞かせください。今回もさらに長文乱文失礼いたしました。それではまだまだ寒い時期が続くでしょうからどうぞご自愛ください。追伸こじこじさんは優しい雰囲気の人だとインプットしておきますとのことです。ありがとうございます。最近みんな追伸でねこじこじについて触れてくれるんで。そうですね。大丈夫です。そのようにインプットしてください。でも間違いないよ。本当？優しい雰囲気だと思う。そうだとありがたいです。そして、生まれも育ちも宮崎市内人ということなんですけど、なんかその市内に強い意志を感じるのね。宮崎って結構ローカルなエリアで、その中でも都会なのが宮崎市内なわけですよ。で九州全般に言えるかもしれないんだけど、自分もその宮崎の後熊本に引っ越しして、で熊本市内に住んでたんだけど、
市内か市外かで結構分けるのよ、人って喋るときに市内ですかとか、はあはあ、なんか京都のライト版、はい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 、マスのところ以外はみたいなのあるじゃん、それで宮崎市外ですって言って市外から来たってなると、まあ、結構田舎の方からの人なんだなみたい なるほど、遠くからいらっしゃったんですねみたいな感じになるとかっていう、まあ、価値観を九州の人はなんかこう潜在的に持ってる方が、いや結構ね、別に悪意はないと思うけど、市内か市外かで聞くことって結構多くて、各その都道府県に住んでても、そうなるほど、まあそれによって多分その生活のレベルも変わってくるのね、やっぱり、っていうのもあるので、多分ですけど無意識のうちにこの市内を入れているような気もします。なるほど、はい。でその宮崎の、なんでチキン南蛮、宮崎以外のチキン南蛮は別物っていうのは、まあやっぱり生粋の方なので、そうね、宮崎県以外のチキン南蛮はちょっとね変わってくるんですけど、でもね、別に自分他県の、そのチキン南蛮を、ディスってるわけじゃなく、唐揚げのタルタルソースがけも美味しいじゃん。まあね、そうだから別に他県に行ってもそれの類は食べます、はいはい、がそれをチキン南蛮として認識はしていないっていうだけ、その食べ物自体は美味しいから、そうね、だからまあ食べたかったらね、アレスさんも食べてみてください、美味しいからそれはそれで、はい、そうね、まあ結局美味しいか美味しくないかで言ったら、まあどっちも美味しいし、そうね、でもやっぱ宮崎のチキン南蛮に大変誇りを持ってらっしゃるっていうことですよね。誇りを持ってるというか、やっぱなんかエリアをまたぐだけで味っていうかそのものが変わっちゃうから、なんかその急になんかそのふりをしたものがいっぱい増えるから、それだけが突っかかるだけ。ふりをしてるっていうのはチキン南蛮のふりをしてる料理が増えるから、なるほど、そこにって思ってるだけ。そうあれ、ね、難しいのよね。なんでさ同じ味にならないんだろうと思うの、あれなんかな、全然わかんないんだけど、なんか発祥が宮崎とかそういうことなのこれって。まあ、一応元祖と言われているのは宮崎県延岡市にあるなおちゃんっていうところで、タルタルソースがかかっていないところなんだけど、まあでもなんだろう、宮崎が発祥なんじゃないかと思っている。その甘酢につけた、その鶏肉のベースはだいたいみんな一緒の味だから、まあちょっとでもね、別に怒ってるわけじゃないの。宮崎で育っちゃったから、その味が大人になって食べたくなるのね。でもどこに行っても食べれないから、もどかしいだけ。まあそうね、こっちでチキン南蛮って言うとそれになっちゃうもんね。そうなの。乾いたタレに使ってないやつが出てくるもんね。そうあれなのかな、東北の人がさ、地元の芋煮以外芋煮だと思ってないみたいな。でもね、それに近いかな。多分地元の味が再現されてないのが多分気になるんだと思うんだよね。確かに、私ももしね、料理屋さん行って、芋煮定食みたいな 東京とかでさ、山形料理フェアですとか言って、山形の芋煮定食とか頼んで、味噌の味付けで出てきたら、豚汁だわって思っちゃうからまあね、なるほどね、豚汁来たかって思っちゃうから、言わないけどね、多分もう小さい頃からのあれでもう文化がそうだからそう感じちゃうってことで、やっぱね、その小さい頃から根付いてしまった、自分の体に根付いてしまったものってさ、やっぱよそ者をさ阻害っていうかさ、ってなるじゃん、どうしても。それしょうがないの、それは。まあそれはね、
しょうがないね。そうなんです、はい。でもちょっとね普通にチキン南蛮の宮崎のチキン南蛮自体は、全然宮崎関係ない人からしても、食べてみたいけどなかなか食べれないから気になるものではある。みんなが言うからね。そう、どんなもんなんだろうっていうのはずっと気にしながら生きてます、だからいつかどっかで食べたい。そうでこの間ねストーリーズインスタ見てて、そしたら日が暮れ時50分のはすきさんが、ここのチキン南蛮が割と地元のやつに近いらしい、で食べてみたみたいなのを上げてて、写真付きで、見た目は割と近かったの。だから近いうちに行かなきゃなって自分は思ってるんですけど。なるほど。ちょっとまだ行けてなくてですね。それは気になるね。すごい気になる、確かに、ただめっちゃ並んでるって言ってた。やっぱそうだよね、そういうとこってそうだよね。はい、ぜひねチキン南蛮詳しい方いらっしゃいましたら、東京でここ絶対美味しいよみたいな、地元の人が認めるお店があれば、早めに教えてください。そうね食べに行きたいです。そうだね。はい。で本題がね、そうだよね、チキン南蛮じゃないんだよね。そうなの、ごめんなさい。なんか恥ずかしい経験、迷惑をかけたかなとか恥ずかしいことはありますか？経験はありますか？恥ずかしい経験、なんだろうな。なんか密かに自分だけ恥ずかしい時あるよね。どういう時？なんかさ、この年になるとさ、また年の話なんでしょ、この年になるとさ、残尿的になりません？はい、何の話したいか分かった。はい。でさ、残尿がある時に限ってさ、急ぎとかでさ、なんかズボンに染みてるっていう、ちょっと残りすぎてたみたいな、そういう時がありましてですね、そういう時に限ってね、分かりやすい服着てんですよ。色が目立ちやすい、ありますね、色が。でそれでですね、急いでカバンとか服とかで隠しまして、誰にもバレないか不安になりながら一人恥ずかしい思いをして、家まで帰るっていうことを、私は帰り道だったのでまだ良かったですけど、仕事中とかだったら最悪だよね。そうですね、とっても分かります。分かる？多分、結構分かるって人は今ってうなずいてる人は結構いると思う。これ超恥ずかしいでしょ。恥ずかしい、お願いだからバレないでって思うよね。あと結構入念に残らないようにいろいろしたのに、来ることありますよね。ありますよね。それね、やっぱ今後もずっとお付き合いしていかなければならないテーマだと思っているので、対策として私は、色が目立ちにくい下を履くズボンをね、色をなるべく選ぶようにしています。仮に漏らしたとてですね。あと冬は割とヒートテックを結構下履いてることが多くて、ヒートテックがあると割と下着とヒートテックでカバーしてくれる、二重で二重構造だ、多い日も安心。そういう日も安心でカバーできるかなと、考えております。そうね。なんか超撥水とかになっててほしいかも。でもそしたら落ちちゃうのかしら、落ちてツーポタってなるよね。いっちゃうよね。そっか。でも染みるよりマシじゃない？なんか表に染みなければいいんだよね。なんか最悪ね、どっかで止まってくれればいいから。じゃああれじゃない？分かった。どうぞ。外側に着るズボンのチャック付近というか、もう裏面にですね、撥水のスプレーを強めに弾く水をかけといて、弾くようにしたらいいんじゃないでしょうか。なるほどなのかな。そうね、それでツーってね。で
下着はいくらでも染みといてもらっていいので、そこで撥水されたものは下に落ちながら下着の方で吸収しといてもらうみたいな。ああ、なるほど。はいはい。あ、はい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 、こじこじさん、今のもいいと思うんですけど、はい下着の中にこうシート、そういうパッドなのかな、シートっていうかパッド、パッド欲しいよね。そう、とか敷いとくのもいいんじゃないかなと、多分ありそうだよね、そういうのね。いやでもさ、もうこの年っていうかさ、その年齢重ねるとみんなの課題じゃん。絶対あるよね。ある気がする。おむつまではいかないけど、パッドみたいなの。そうそうそう。詳しい方もうなんか諸先輩方で、これいいよっていうのあったら事前に知りたいよね。そう、いやこんなにもね多くの、方が多分こう悩ませてるものなので、きっとね何か皆さんいろいろ対策してると思うんだけど、しかもね、昨今その座りションをね、こう義務付けられてる男性職人にとっては、結構ねその座りションが残尿を引き起こすらしいんですよ。はい、ので残尿について悩んでる方が昔より多いはずなの多分。そうね。そうのでちょっとこれは死活問題ですね。これからの課題です。はい、とても恥ずかしいトピックでしたね。とても恥ずかしいでしょ。はい。私の場合は、ちょっと待って、恥ずかしい話、迷惑かけたかな、あるかな、あるかな。こじこじさんいびきしないもんね、あんまりね。いびき？いびきだったらね、もうずっと誰かに迷惑かけてると思う。本当？いやでもさ、前にみんなで泊まった時一番静かだった記憶があるよ。それみんながじゃなんか音なかった気がする。こじこじさんあったのかな。大阪のそうみんなで泊まった時気づいてないだけじゃない？だってあなた早めに一番寝たじゃん。で何時間は一緒にいたじゃん、みんなで。多分寝てると横で飲んでたから、いびき聞こえなかったよ。本当？じゃあ、たまたまだと思う。あ、そうなんだ。まあちょっとね、その時より多分今の方がいびき悪化してるから。あ、そう。今もっとすごいと思う。いびきとか寝言を結構こまめに録音してて。マジ？あれしてんの？してる。すごいよ。いびきのグラフ、音のあれがうるさいとマックスうるさいとオレンジとか、割と静かだとブルーみたいになってるんだけど、ほぼほぼオレンジで。あ、そう、結構うるさいです。なんかさ、やっぱ年取ってくるとさ、なんかこうその金銭的余裕もある程度出てくるからさ、なんかこう友達同士でさ、ちょっといいところ泊まりに行こうよとかさ、なんかみんなで温泉旅行行こうよみたいなさ、若い頃よりちょっと増えたりするじゃん。だからそういう時にさ、一緒に寝れないよって思う時ある。なんか自分もひどいから、申し訳なくて、申し訳なくなる、はい、それはすごいある。あとね、いびきもだけど寝言で人をびっくりさせちゃうことがあって、これはね、これこそね迷惑だしね、恥ずかしい話かも。寝言を結構ね文章ではっきり言うタイプなんですよ。前インスタ、ポッドキャストと関係ない、自分のインスタに、あまりにも面白すぎて、アップしたことがあるんだけど、なんだっけ、オールスター感謝祭の、クイズを解いている時の答えを言っているみたいな寝言を言ってた時があって、わかる？さ、なんだっけ、柴田理恵さんの、こう写真が4つ並んでて、年代順に並べろとかってさ、ABCD とかってこう答えるやつ、あれをやってる寝言とか取れてて、夢でそんな記憶ないんだよ。なんか CBAD とか言って、その後になんか勝ち誇ったようなセリフをバッとかって言ってるとか、それ友達が撮ってたんだ。それ自分で撮ってたの？自分一人の時に枕元で撮ってた。それ録音してたやつね。はい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 。
とか、結構ある。あと一緒にこうなんか寝たことがある友達から聞く話とかだと、なんかいきなりこうやっぱりねとか言ったとか言いそう。でも確かに言いそうだね、寝言でね。そう、結構そのはっきり分かる文章を言うんだって、だから寝言だって分かってれば、みたいになったら寝言だなって分かるじゃん、いきなり喋るから何ってなるんだって。そのはっきりとね、はたから聞いてると、それはちょっとね向こうは眠気覚めちゃうじゃん、そんなのと、そういうのは申し訳ないなと思う。なるほどね、結構ねこまめに撮ってるから、結構取れ高あんのよ取れ高あんだ。取れ高ある。ちょっとポッドキャストではね流さないけど、個人のインスタではたまにストーリーに上げてるんで。あ、そう、はい、ちょっと見落としてるわ。見つけたらラッキーということで、承知しました。じゃあうちらの恥ずかしいものは、残尿といびきですね。いびきは一緒でした。あと寝言。寝言ね。寝言ね。そうね。そうね。やっぱちょっと恥ずかしい話とかなんかちょっともっとあるのかもしれないけどね、あまりにも恥ずかしすぎてなんかこう記憶から消してるみたいなのもあるかもしれない。もしかしたら、ちょっと思い出せる範囲だとこんな感じかな。まあみんなに迷惑かけるのだとこの辺だよね。そうだね。まあ残尿に関してはバレなきゃ迷惑かかんないけど、仮にバレた時あの人なんか尿漏れしてるみたいなそわそわ感は生まれるから、多少ね迷惑はかけるんじゃない。そう目のやり場に困るとかね、思わせちゃってるかもしれないからね。そうね。じゃあすみません、アレスさんお便りありがとうございました。はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。ちょっと市内の下りね、ごめんなさい、泣き悪くしちゃったらごめんなさいね。でも結構九州の人あるあるだと思う。自分もよく言ってたから。まあ地方のね、あるあるかもね。じゃあもう一つ、もう一つ見します。ラジオネーム難民さんからいただきました。ありがとうございます。ボイさん、こじこじさん、はじめまして。いつもお二人のほっこり楽しい配信を仕事帰りの電車で聞いて癒されています。そんな楽しい配信に水を差すようなお便りで恐縮なのですが、今ちょっと恋愛に悩んでいて、もしお時間ある時に取り上げていただけたら嬉しいです。僕は東京在住30手前のゲイで、同い年の彼氏と付き合って1年ほどになります。出会いはアプリで、彼が東京に来たばかりの頃にご飯に行って仲良くなり、そのままお付き合いが始まりました。それからはお互い予定がなければ毎週金曜日から日曜日まで一緒に過ごしています。ただ最近友達から彼氏まだアプリやってるよと教えられました。いるよね、こういうこと言う人ね。プロフィールは友達募集彼氏ありとは書いてあったものの、ポジションが載っていたり、出会った頃と同じ非公開画像も残っていて正直ショックでした。僕は付き合ってからアプリは消すタイプなので、なんでという気持ちが出てしまい、モヤモヤが残りました。ちなみに僕らは付き合う上で特にルールや約束事は決めていませんでした。アプリを続けるのも本来は相手の自由だと思っていますし、僕もアプリやめてねといったことは一度もありません。でも自由なのは分かっているのに、やっぱり気持ちが追いつかずモヤモヤしてしまうという状況です。本人に聞いたところ、友達を作りたい、非公開画像を見たい、アダルトサイトを見る感覚でつい開いちゃうとのことで、確かに東京に来てすぐに僕と付き合い出したので、友達が少ないのは理解できますし、そういう見たい欲求も同じ男として分からなくもありません。ただ僕たちはセックスの頻度も多く生でしているので、健康面での不安は正直あります。彼は会ってセックスするつもりはないし、嫌なら消そうかとも言ってきましたが、友達作りはすごくいいことだと思うし、その場でじゃあ消してというのも違う気がして、迷った末にそのままでいいよと答えてしまいました。それ以来関係自体は変わっていないのですが、僕の中にだけモヤモヤが残り続けています。
性病検査はこっそり言って陰性だったので、そこは安心したものの、生やめないと言うべきかどうかずっと悩んでいます。言うと信用していないと突きつけるみたいで言いづらいです。かといって不安を抱えたまま生を続けるのも違うし、それだけで別れるのも違う気がしています。友達に相談すると、ゲイのカップルではよくあること、友達欲しいしイケメンみたいな普通、付き合ってアプリを消す人の方が少ないよといった意見が多く、逆に僕の方がレアなのかなと感じ始めています。もうすぐ30ですし、わがままばかりも言ってられないなと精神的に強くなりたい気持ちもあります。長くなりましたが、お二人ならこの状況付き合い続けますか、それとも別れを選びますか、とのことです。はい、ありがとうございます。あるあるね。なるほど。付き合ってアプリどうのこうの問題。とりあえずその最後のその質問、お二人ならこの状況付き合い続けますか、それとも別れを選びますかは、私は別れない。私も別れない、とりあえず率直に答えるなら別れないです、なぜなら、はい、多分この、難民さんはアプリ彼氏さんがまだやってることを多分気になって一度は多分聞いたんだね、聞いて、まあそのアプリを続けてる理由も向こうは言ってくれて、かつもう会ってやるつもりもないし、嫌なら消そうかってまで言ってくれてるから、すごく向こうは歩み寄ってくれてる。そう、自分も同じように思う。結構ちゃんと言ったことに対して寄り添ってくれてるというか、ちゃんと考えてはくれた返事はしてくれてるなと思う。変に隠してないしね。そうだから向こうの返しは、それなりに誠意があると思えたので、それで別れはしないかな、自分だったら。そうね、ただそうね、まあ 100% 信用してれば、まあそのままお互いその他の人とセックスをしてないという前提で生を続けるのはいいとは思うものの、ただそこが本当に 100% そうなのかっていうのが確信が持てないわけだもんね、どうしても、いやだとしたらね、だからそのちょっとあれだよね、今ちょっと病気がってとこが関わってきてるから、そうね、だからその解決する方法としては2つあって、とりあえずはその今生っていうワードがあったけど、だから生をやめるか、それかもう向こうにアプリとか消してもらって、他の人としてるかもしれないという可能性を消すかだと思うんだけど。そうだね。でも結構どうなんだろうね、それはもう難民さんのハードルが低い方で選ぶしかないんじゃないかなと思います。なんとなくだけど、その今のお相手さんがいやもちろん仮にね今言われてることが 100% 事実であれば、まあ浮気はしていない、ただその体の関係とかもやっていない、ただアンロック画像がある、それを見せ合いをしているのはやってるんだろうなっていうのは今わかるじゃん。なんだろうな、いやそれをね、まあ、許してる難民さんすごいと思うよ、だけど彼はもうちょっとリスクを感じた方がいいと思うっていうか、あれってさ、アンロック画像とさ、顔画像とさ、ある程度のプロフィールがさ見えるじゃん、1枚に、公開してるのであれば、それスクリーンショット撮られたら終わりだよと思うの。いろんな情報で個人が特定できるじゃん。仮にそのエロ画像だけを収集したいとかさ、エロ画像だけを楽しみたい SNS のアカウントがあるとするよ、そのおかず用のアカウントが、
で仮にフォロワーさんとその性的なものを交換しても顔が映ってなければある程度リスクは減らせるじゃん。まあ誰のか分かんないからね。そうそう、そのアプリの、それで見せ合ってるのって結構リスクだよっていうのを、心配だよとは言っていいと思う。まあね。だったらおかず用のアカウント作ればいいじゃんとは思うの。顔映ってないやつってこととか、なんかその自分の好きなタイプの人が自由に見せてるのは見ていいわけじゃん。そうね。そっか。このアプリだと誰かのを見るために自分のも見せないといけないし、その人とアプローチコンタクトしなきゃいけないじゃん。見せてください。そうね。じゃあ交換しましょうみたいになるじゃん。それってさ結構よりなんかこうコミュニケーション取らなきゃいけないじゃん。勝手に見せてるものを見に行くわけじゃないから、それよりなんかありがたいことにね X とかでさ、自分のその性的なところをさ見せてらっしゃるさ、イケメンさんいくらでもいらっしゃるから、いらっしゃいますね。それを好きなタイプの人をフォローしたり、見たりとか楽しむアカウントを X とかで作ってもいいんじゃないかとは思うわけ私は。わざわざコミュニケーション取らなくて。なるほどね。友達作りたいんだったらそれでいいと思うけど、だったらアプリの使い方としてはアンロックを消してで普通に友達を作るのがいいんじゃないって思ったりする。そうね。確かに友達を作りたいだったら、非公開画像はまあ別になくても友達は作れるよねってことですね。でそのエッチな画像が欲しかったら、わざわざそこで浮気に最初なりかねないコミュニケーション取らずに収集する方法は他にもあるはずだから、分けた方がいいんじゃないかとは。そうね、はい、確かに目的がもうちょっと、2つの目的ができちゃってるのが確かに、ね、気になるっちゃ気になるから。そうね。嫌じゃん。最初性でつながってたけど途中で友達シフトで、結果リアルしましたってなっても、ちょっと不安は拭えないわけじゃん。そうね。その難民さんからすると、あなたのこと心配してるし、なんかそういうの不安になっちゃうから、やるなとは言わないけど分けろとは思う。そうね。その生に関してそこもちょっと不安になっちゃうから、っていう気持ちは伝えてもいいと思うんだよね。別にだってお付き合いしてるんでしょ。そうね、だって自分が不安なことこう思ってるってこと隠さなくてもいい気がするけど、気になってたら難民さんもねそれが楽しめなくなっちゃいますから、かちょっとコストかかっちゃうけど難民さんがプレップするからね、そうね。とかなんていうの、行為の前後とかに飲むやつあるじゃん、毎日常用のやつじゃない、オンデマンドと言われるやつですね。そういうのを一応してもいいんじゃない。そうね、ただちょっとコストはかかっちゃうから、そのコストなんで私がって思うことはもしかしたらあるかもしれないけど、そうね。ちょっとその解決策はちょっといろいろご相談の上、お二人でってことになると思いますけど、ただちゃんと真摯に向き合ってくれてる姿勢は感じるから、だからね、別れを選びますかということは、とりあえず我々だったらこの条件だったら、これだけで別れを選ぶことはないんじゃないかなと思います。そうね。あとちょっと切り口違いますけど、彼氏まだアプリやってるよっていうのは私はあんまり他の人に言わないかも、でもさこれもさ大人になって分かることじゃん。難民さんも30手前だからある程度大人だけど、20代の友達付き合いの時でこれで失敗することって結構あると思うのよ。だから多分言ってきた相手もまだその途中の段階だと思うから、100% 責められはしないけど基本的には
こういうこと言う人は悪だと思った方がいい。そうね、それ教えて難民さんがどう思うかってとこまで多分考えが至ってないのかなと思うけど、まあこういうのあんまり人に言っていいことはないなと思っております、私は。本当だってこうやって悩むじゃん。まあこうやって悩むきっかけをくれたって思えばまた別だけど、ちょっとね、まあちょっとこれはね知ってしまったものですから、どうしても取り戻せないことですけど、まあはいちょっと難民さん今は大変な時期かもしれませんけど、ちょっとうまくね答えが出るといいですね。ちょっと取り上げるまでにお時間かかりましたけれども、お別れしてないことを祈って、本当に2人が話し合って2人がちゃんと解決すればいい問題だと思うので、はい。まあでも一番用途によって分けるが一番いいと思うな。そうね、それを難民さんが彼氏さんにこうどううまく伝えるかっていうね、そこはちょっと考えていただいて、はい、ちょっとこんな感じでお答えになってるでしょうか。なってるでしょうか、なってなかったらごめんなさいね本当に。ただまあ自分なりに今考えられるものはお伝えしたつもりです。我々の番組に相談してくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、こんな感じで、いいお時間になってまいりました。では今日はこれぐらいでお開きとしましょう。はい、ではいつものお願いします。はい、新宿ニゴラジは毎週木曜日17時頃に配信をしております。配信のご感想などハッシュタグ漢字で新宿、カタカナでニゴラジ、ハッシュタグ新宿ニゴラジをつけて X でポストいただけると嬉しいです。また配信内で読んでほしいお便りも募集しています。ご質問ご意見ご要望など何でもお寄せください。そして YouTube もやっております。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。最後にですね、改めましてバレンタインのお便りも、募集中でございますので、ぜひお送りください。はい、お願いします。はい、今日が何日だったっけ？1月の29か。はい。いい肉の日ではない。それは11月29だ。はい。はい、じゃあ何でもない日です。何でもない日なのかな。何でも分かんない。何かの記念日ね。の可能性はあるけど、はい、何でもないです。まあでも焼肉屋さんとかね、今日安くなってるところとかなんかフェアやってそうな気もしますので、肉の日ではあるからね。はい。そう。ではなんかいい肉食べてください。何この締め。はい。ではまた来週も聞いてください。またね。じゃあね。新宿ニゴラジ。